そこまで言うなら京介氏、キリリン氏のお友達の綾瀬氏について詳しく。おう、ラブリーマイエンジェル綾瀬たんのことなら俺に任せとけ。つうわけで俺はキリノと綾瀬の間にあったことを懇切丁寧に説明した。具体的にはキリノが親友の綾瀬におたばれしてしまったこと、そしてキリノが綾瀬から絶好を突きつけられたことだ。綾瀬はキリノとは違ってごく普通の女子中学生。美少女フィギュアにハーハーしたり、小さな女の子が出てくるアニメに夢中になるオタクはキモい以外の何者にも映らないだろう。しかし綾瀬のオタクへの嫌悪感はそんじょそこらのものとは比較にならないレベルだった。それもそのはず、彼女の母親は PTA の会長を務め、定期的に会合を開いてゲームやアニメの規制に働きかけていたのだ。テレビのコメンテーターやお堅いジャーナリストの糾弾を真正面から受け取った綾瀬のオタク論旨は並のものではなかった。特に綾瀬は通称シスカリ事件と呼ばれる事件について嫌悪感を抱いているようだった。この事件はシスカリの影響を受けゲームの真似をした男が女の子を感電死させそうになったというものだ。だが結局その事件の真相はオタクバッシングにマスコミが乗っかったものだった。もちろんオタクが全部正義だというつもりはない。しかしオタクが世間に悪影響を与えているという解釈は必ずしも正解じゃないのだ。こうして誤解を解き、紆余曲折あって綾瀬はキリノとの友情を取り戻したってわけだ。なるほどなるほど。だからお前の婚約者だってちゃんと話せば分かってくれるって。京介氏がそういうのなら、何やら拙者説得できる気がしてきましたぞ。そうだ、頑張れ。お前ならやれる。やれると思ったら絶対やれる。頑張れ頑張れ、できる。お前なら絶対できる。だから頑張れ。ネバーギブアップ。京介氏、それではまるで炎の妖精マットではござらんか。自分でも何の根拠もない励ましだと思う。それでも沙織に笑顔を取り戻すには十分だったみてえだな。京介氏の言う通りでござる。何事もやる前から諦めているようでは自分の望む結果は得られませんからな。おい、その息だ。実は明日その方と会う手はずになっているのでござるが、その時きちんと話してみようと思います。翌日、俺は沙織から預かった資料を黒猫に渡すため夏休みの学校を訪れていた。ほら、頼まれてたやつ。確かに受け取らせてもらったわ。それで私を出しにして沙織に会おうとした理由は何？出しって何のことだよ。とぼけないでちょうだい。あなた私に言ったでしょ、沙織に聞きたいことがあるって。そうだっけ？ええ、先輩の発言動向は私のアカシックレコードにしっかりと記録されているから間違いないわ。レコーダーかよ。沙織は先輩と私の共通の友人。彼女のことを私が知っても問題はないでしょ。それとも私には言えないような内容なのかしら。言えないわけじゃねえけど、お見合いの話をこの場でするのはなあ。入院のことさえ口止めしてきた沙織のことだ。お見合いのことなんか絶対に知られたくないはず。桐野や黒猫に心配させたくないって沙織の気持ちはわからなくもねえからな。ほら早く白状なさい。白状も何も大したことじゃねえし。大したことないなら言ったって構わないでしょう。それは隠すと身のためにならないわよ。そうね、例えば闇の眷属たちの力を借りて私の呪詛を夜な夜な先輩のもとへ運ぶかも。正常な思考の人間はそれを
夜携帯に電話して留守電を吹き込むという。だから本当に大したことじゃねえんだって。どうかしら。そこまで頑なに出られるとこっちは疑うしかないのだけれど。でも入院つっても本当に数日で退院してたしさ。入院？入院ってどういうことなの？え？いやまあそうそう、入院じゃなくてユーウィンだほら格ゲーとかのあの勝ち台詞。入院していたのね。そんなに近寄られると。近寄られると何だというの？困ることがあるというなら早く白状した方がいいんじゃないのかしら。そうだよ、沙織は入院してたんだ。でも数日で退院してたし特に問題があるわけじゃないから。そう、私には黙ってるくせにあなたには伝えたってことね。もしかして俺さっきから地雷踏みまくってる？黒猫の表情からは二人だけの秘密事なんてハレンチといった感情がひしひしと伝わってくるようだぜ。心なしか黒猫の後ろに般若が見える気がするし。いやこれにはいろいろあってだな。なんつうか言いにくいんだけど。何をうろたえているの？別にあなたたちの仲を勘ぐったりはしていないわ。どうせ沙織のことだからキリリン氏や黒猫氏には秘密にしておいてくだされとあなたに釘を刺していたのでしょ。黒猫には俺の心が透けて見えているのだろうか。それとも女に備わった特殊な勘ってやつなのだろうか。何にしろ事情を分かってくれるなら助かるってもんだ。わった白状するよ。俺は一も二もなくうなずいたよ。変な疑いはかけられたくねえしな。やはりね。お前の観察眼には恐れ入ったよ。当然でしょ。選ばれし者のみに与えられた能力だもの。へえさいですか。それはともかく沙織にはこの資料の恩もあるし、もし先輩が近々彼女に会うようならこのブレスレットを渡してもらえないかしら。なんだこのまがまがしいブレスレットは。お守りよ。それもただのお守りじゃない。打天星の加護があるお守り。打天星ってなんか呪われそうなデザインだけど。つうかお前いつもこんなもんしてたっけ？してないわ。幸運のお守りとして入手したのだけれど、どうも私とは波長が合わないようなの。どういうことだ？身につけているとめまいがしたり、カラスが頭の上を飛んだり、しまいには靴紐が切れて困っていたところをあなたの妹に。あんたってまともな靴も買えないほど貧乏なの？かわいそうと力いっぱいバカにされたわ。それやっぱ呪いのブレスレットなんじゃねえの？効果がある証拠よ。力いっぱい負の効果だけどな。ただ残念なことに私とは波長が合わないだけ。それじゃあどんなに効果があったって宝の持ち腐れなんじゃないか？でも私と異なる属性を持つ人間ならこのブレスレットの波動に打ち勝てるかもしれない。だから私は彼女に賭けのつもりでこれを託すの。お前沙織を実験材料にしようとしてるだろう。あら、そんなことはないわ。そういう割に邪悪な笑い方してんのな。まあこいつは普段から言動と思っていることが一致しないやつだ。口ではそう言いつつ本心では沙織を心配しているはずだ。今もブレスレットを渡しながら
照れくさそうに肩を震わせてるもん。それじゃあ私は忙しいからこの辺で。彼女に会ったらよろしく。なあちょい待ち。何かしら。一つだけ聞いてもいいか。波長が合わないっつうならなんでこのブレスレット持ってたんだ？そんなの決まってるじゃない。あなたにあげようと思ってたのよ。俺に？なんで？それくらいは察してちょうだい。もしかして黒猫なりに資料を取りに行ったお礼をしてくれたってことか？そんなこと考えなくていいのに。いちいち律儀なやつだよ黒猫は。この日俺は自分の部屋から出ることもなく参考書を開いたり閉じたりして暇を食いつぶしていた。そんな時沙織から呼び出しの電話がかかった。悪いな、待たせちまったか？いえ、拙者も今来たところでござるよ。数日ぶりに会ったけどずいぶんやつれたなこいつ。そうか、ならいいんだけど。その時ちょうど俺たちの横を通った通行人が、どんなに条件が良くたって付き合い続けるのは相性が悪ければ無理だ。いや上手、どうせ俺には付き合う相手もいねえし、わらわら。などと話しているのが聞こえてしまった。理不尽なお見合い話の末婚約までさせられた沙織の前では聞きたくなかった話だ。沙織にも今の会話が聞こえたのか、沈鬱な顔をしている。京介氏、こんなところでいつまでも待機していたらティッシュ配りのメイドさんの邪魔になってしまいますぞ。ですからいつものようにメイド喫茶で憩いの時間を過ごしませぬか？それでどうだった？ダメでござった。はあの方からのお言葉をそのまま反復すると、君の言うことは分かった。オタクは悪ではない。だからといって善でもない。私はオタクが嫌いなわけじゃない。アニメやゲームにだっていいところがあると分かっている。けれどアニメやゲームに夢中になって自分を見失う人間が多いのも事実だ。私は君に君らしさを失ってほしくないんだ。ということでござる。至極まともな意見だ。ええ、まともでござる。しかし拙者の自分らしさはやはりオタク趣味ですから、オタク趣味を否定されると拙者も否定されているような気がして。婚約者にどう対応していいかわからなくなったと？恥ずかしながらお察しの通り。と、そういや黒猫から預かり物があるんだっけ？長い話になりそうだし先に渡しておくか？だけど今渡すと話の腰を折っちまいそうだし、それにやたらとまがまがしいんだよなあれ。黒猫の言葉を聞く限りあまりいい印象ないしさ。実は黒猫から沙織に渡してくれって言われたものがあるんだけど、受け取ってもらえるか？めちゃくちゃ趣味悪いブレスレットだけど。これをどうして黒猫氏が？悪い、お前が入院したことを黒猫に言っちまった。さようでござるか。沙織の恨みがましい視線がぐさぐさと心を刺してくるぜ。でもよ、黒猫氏のお心遣いはありがたいでござる。沙織は仕方ないとでも言いたげに肩をすくめ、俺の手からドクロ水晶のブレスレットを受け取った。これは黒猫氏の趣味を具現化したようなデザインでござるな。俺もそう思う。しかし
お守りはわざとまがまがしいものをかたどることで厄除けにすることはあるみたいですぞ。そうなのか。果たしてこれがその類のものなのかは拙者には判断つきませぬが。快活に笑って沙織がブレスレットを腕につけるその瞬間、なぜか沙織の願いが未来永劫叶わなくなってしまう気がした。虫の知らせっつうやつか。いや、俺には霊感とかねえけどさ。とにかく沙織にブレスレットを渡すのはやめとこう。悪い沙織、そのブレスレットをやっぱ返してくんね。なぜ？実はそのブレスレット、もともと俺に渡そうと思ってたものらしいんだわ。京介氏に？そう、これを身につけてるといろいろ厄介が起こるって言ってさ。黒猫曰く自分とは波長が合わないけど効果があることは間違いないし、沙織ならなんとかなるんじゃないかって渡してくれたんだ。ほーむ。つまりこのブレスレットは曰く付きのアイテムということですな。そういうことだ。黒猫の言う通り効果はあるかもしんねえけど、もし悪い方向に効果が働いちまったらたまったもんじゃねえからな。なるほど、京介氏のおっしゃることも一理あるでござる。しかし黒猫氏の行為を無にするのは忍びない。ならこれもお前のグッズと一緒に預かっといてやる。全部の問題が片付いたら取りに来りゃいいさ。この厄介を跳ねのけられる運の持ち主なら呪いのブレスレットも手出しできないだろうしな。確かにその通りでござるな。それではお言葉に甘えてブレスレットはお預けさせてもらうでござる。おい。沙織からブレスレットを受け取り尻ポケットにねじ込む。すると沙織は胸の前で手を組み小さく神戸を垂れた。京介氏に神のご加護がありますように。それはシャレにならんからやめてくれ。しかし拙者は今回のことで学びましたぞ。拙者とあの方の間には決して埋められない溝があると。沙織、あの方はとてもいい人です。しかしオタク趣味は拙者の自分自身のアイデンティティでもあります。ですからそれを肯定してもらえないのなら拙者はあの方との結婚など考えられないでござる。切々と語る沙織の表情は見ていられないほど疲れ切っていた。デカ女でオタクファッションでぐるぐるメガネの沙織。けれど中身は至って普通の女子高生なのだ。ただのか弱い女の子なんだ。本当ならば結婚の話だって昔ならともかく今の日本じゃ少し早い。それでも沙織が生きるお嬢様の世界ならそういうこともあるかもしんねえって目をつむってきた。でもそれは間違いだった。沙織は迷ってた。悩んでいたんだ。結婚だぞ。彼氏彼女の関係飛び越えて一生共にする相手だぞ。たかが16、17の女の子が自分でどうにかできる問題じゃねえだろう。